ほとんどのニキビは白いニキビ、赤いニキビ、膿んだニキビが混ざっています。赤いニキビや膿んだニキビの治療だけ行うっていうことは、ニキビの炎症の元になっているニキビ菌の繁殖だけを抑える治療。内服の抗生剤は炎症性のニキビがある方に使います。2008年にリフェリンゲルが処方できるようになった白いニキビの治療ができるようになったことです。漢方薬も結構ニキビ治療には使います。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルはニキビ後でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は赤いニキビのみを治す治療、ニキビの原因の白ニキビを治す治療、保湿の必要性、抗生剤の内服、漢方の内服についてお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ニキビ治療について詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。皆さんがおっしゃるほとんどのニキビは白いニキビ、赤いニキビ、膿んだニキビが混ざっています。白ニキビは毛穴の出口が詰まり、皮脂が外に出られなくなった状態で、触るとザラザラしてちょっと膨らんでいます。赤いニキビは毛穴の中で皮脂が大好物のニキビ菌が増えて炎症が起こり真っ赤になった状態です。炎症がさらに進んでしまうと、広がった毛穴の壁が破れて周りの組織にまで炎症が広がって黄色い膿を持つようになります。思春期の若い方だとブツブツしたものがおでこにできたっていう方がいらっしゃいます。よく見ると毛穴の詰まりだけの方もいますが、多くの方が白いニキビと赤いニキビの両方が認められるようになってから皮膚科を受診されます。ニキビの治療はざっくり言うと2つです。赤いニキビや膿んだニキビの治療だけを行うか、白いニキビの治療も一緒に行うかです。本当は白いニキビの治療も一緒にすることを強くお勧めします。ただ、白いニキビの治療は副作用があるので使えないという方で、赤いニキビの治療だけをご希望される方もいらっしゃいます。まず、赤いニキビや膿んだニキビの治療について説明します。赤いニキビや膿んだニキビの治療だけ行うっていうことは、ニキビの炎症の元になっているニキビ菌の繁殖だけを抑える治療。つまり、今あるニキビだけに目を向けています。塗り薬としては、次の3つが有名です。まず1つ目、ダラシン T ゲル。これクリンダマイシンという名前の抗生剤のゲルです。2つ目、アクアチムクリーム。ナジフロキサシンという名前の抗生剤のクリームです。3つ目、セビアックスローション。オゼノキサシンという名前の抗生剤のローションです。セビアックスはこの中では一番新しい外用薬で、1日1回の外用で効果がある点が上の2つとは異なります。ただ残念ながらこれらの外用薬はいずれも抗菌剤ですので、原因となっている白いニキビには効きません。塗り方はニキビの部分だけにピンポイントで外用すれば大丈夫です。抗菌の外用薬をずっと使ってしまうと耐性菌が発生してしまい、特にヨーロッパでは4割近くのニキビ菌がクリンダマイシン耐性になっているって報告がありますので、ピンポイントに使うのがポイントになってきます。中等度以上のニキビでは抗生剤の内服も併用してもらいます。ミノマイシン、ルリット、クラリスとか内服することが多いです。また、効果によっては漢方薬も併用します。では次に白いニキビの治療も一緒に行うことについて説明します。ここ15年ぐらいでニキビの治療はものすごい進歩しました。何が変わったかっていうと、白いニキビの治療ができるようになったことです。従来はしっかり顔を洗うとか、クレアラシルのように硫黄の入った外用剤をつけるなどの治療しかありませんでした。硫黄製剤には脱脂作用、角質剥離作用があるとされていて、保険適用もあります。ただ、これらの治療は皮膚の油を取り除く効果はありますが、毛穴に詰まった油までは取り除けません。つまり、これらの治療で白いニキビを治療するには限界がありました。その後、ケミカルピーリングが治療に加わりました。これは弱い酸を皮膚に塗ることで角質を溶かしてくすみや小じわにも効果があり、美容効果もありましたが、保険が効かないので
高校生とか若い方のお財布には優しくありませんでした。そして革命的な治療が始まったのが2008年にディフェリンゲルが処方できるようになってからです。そして2015年にベピオゲル、ディアックゲル、2016年にエピディオゲルが処方できるようになりました。4つもあるのかと思われるかもしれませんが、実は2つしかありません。ディフェリンゲルとベピオゲルは全くの別物ですが、ディアックはベピオゲルにダラシン T ゲルが混合されたものです。エピディオゲルはディフェリンとベピオゲルが混合されたものです。つまり成分と効能で考えて分かりやすく言うと、ディフェリンゲルとベピオゲルの2つが存在すると理解されてもいいと思います。ベピオゲルに関しては日本では 2.5% が用いられますが、過去の文献よりこれ以上濃度を濃くしても効果に差がなく、 10% だと乾燥、かゆみ、かぶれの副作用が強くなるので 5% 以下が望ましいと言われています。ディフェリンゲルとベピオゲルの大きな違いは、ディフェリンゲルは白いニキビにしか効果がなくて、妊娠、授乳中は使えません。対してベピオゲルは白いニキビ、赤いニキビの両方に効果があります。だったら両方一緒に塗ればいいよねって考え方でできた薬がエピディオゲルです。エピディオゲルにはディフェリンゲルとベピオゲルの両方の成分が含まれています。じゃあ最初からエピディオゲルを塗ればそれじゃいいんじゃないかっていうことになりますが、ディフェリン、ベピオって副作用があるんですよね。両方とも塗り始めて2週間ぐらいで皮膚が赤くなったり、ガサガサになったり、ヒリヒリしたりの副作用が生じます。あと、ベピオゲルの成分の過酸化ベンゾイルって成分にアレルギー性のかぶれを起こす方もいらっしゃいます。だから最初からディフェリンゲルとベピオゲルが入っているエピディオを使ってしまうと、一体どっちのかぶれなのかわからなくなってしまうんですね。だから最初はディフェリンかベピオのどちらかから始めることが多いですね。あと実はニキビ治療には保湿剤も大事です。大人ニキビの女性は8割以上の方が乾燥肌ですし、肌が乾燥すると毛穴に硬くなった角質が詰まりやすくなります。さらにディフェリンベピオゲルは毛穴の角化を直していくときに副作用で乾燥がありますので、保湿剤をしっかり使う必要があります。皮膚科で処方する保湿剤にはヒルドイド、ビーソフテンっていうノンコメドジェニックという毛穴の詰まりを起こしにくいベスト済みの保湿剤があります。念のために購入時には確認をしてみてください。メイクや基礎化粧品を変更したことでニキビが改善した方もいます。内服の抗生剤は中等症以上の炎症性のニキビがある方に使えます。ミノマイシン、ビブラマイシン、ルリット、ファロム、クラビット、クラリスなどがありますが、ミノマイシンは人によってはめまいなどの副作用が出る場合があり、注意が必要です。あと、ニキビで早く治したいから抗生剤くださいっておっしゃる方がいるのですが、ひどくない数個しかニキビがないのに抗生剤を飲んで治してしまうと耐性菌ができてしまい、本当に必要な時に抗生剤が効かなくなってしまうので、長期の使用は控えてくださいね。漢方薬も結構ニキビ治療には使います。よく使うのは十味排毒湯で、炎症や膿がひどい赤いニキビは経外連行と黄連解毒と、あと女性でいつも生理の時だけ出ちゃうって方には経歯腹両眼科抑異人を処方することが多いですね。今日は赤いニキビのみ治す方法、ニキビの原因の白いニキビを治す方法、保湿の必要性、抗生剤の内服、漢方の内服についてお話をさせていただきました。最後までご覧いただきますと、ニキビ治療について詳しくなれると思います。今回の動画が少しでも役に立ったという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってください。次回はピアスの穴開けについてお話しさせていただきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が
肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。